明けましておめでとうございます。こうです。2025年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今日はですね、2025年抱負、また最近何やってるのっていう話をしていきたいと思います。改めまして、初めましての方、こうわとなるという名前でこの YouTube チャンネルをやってかれこれもう4年5年ぐらい経ちました。でこうやって継続して YouTube ができているのもたくさん視聴者の方からの視聴回数だったりとかコメントだったりとか、意外なところでね、こう日常生活でもちょっと友人各所から動画見てこういうところ知ったんだよね、ありがとうとか、なんか直接的なことを言ってくれて、こう4、5年続いているという感じになります。今年も、どんどん動画出していきたいなと思うので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、抱負の話をする前に、最近2025年何してるのという話からしていこうと思います。結論から言いますと、今年もドイツで頑張っていくことになりそうです。よくね、こう最近聞かれるのが、もう博士課程最近卒業したっていう動画も上げさせていただいたと思うんですけど、じゃあそろそろ日本帰るのとか、次の拠点とかどこになるのとか、そういった話を聞かれることが多いです。特にどこかに行くことはなく、引き続きドイツでやっていくことになりそうです。所属の場所もですね、そんなに変わらないで今まで通り同じ研究所で、今度はポスドクとして研究を続けていくことになりそうです。ポスドクと一言で言うと簡単なんで、もうちょっと細かい話をすると、研究所にはドクター取った後に、シニアリサーチャーっていうポジションがありまして、そこのポジションに移るという感じになります。これまでは、ドクターの、研究者、ドクター候補の研究者みたいなポジションで、働かせていただいてました。で、主な違いはそうですね、給与面は確実に違うんですけど、お金以外の話で言うと、もうちょっと責任感のある仕事が増えてくるというところが大きな違いかなと思います。今までも修士の学生とか、学部の学生とか、見てきているんですけど、博士取ってポスドクになると、一部博士の学生を自分がメンターしたりとか、あとはですね、普通にプロジェクトのリードみたいなのも多少入ってくるので、予算取ってね、自分で新しいことを開拓したりとか、いわゆる PI みたいなところ、の仕事が求められてきます。なのでここからは、日本でもその博士取った後助教とか、リサーチアシスタントみたいな呼ばれ方しますけど、ポジションあるのと同じで、ドイツでも、そのような仕事が入ってくるという感じになります。ちょっとドイツの場合だと、学部生がドイツ語でほぼ授業を受けているのと、修士の学生は英語でも受けているみたいな背景があるので、授業みたいなところは今のところ僕が、受け持つ予定はないんですけど、機会あればどんどんやっていきたいなと思うので、現状はもう研究にフルベッドというか、もうフルフォーカスでやっていくんですけど、もうちょっと慣れてきたら修士の授業とかね、ドイツ語も今ちょっと勉強し始めてるんで、学部の授業もね、多少なんか1コマからでもいいんで取れればいいなというふうには思っているんですけど、そこら辺は一旦置いといて、現状やってることは、研究所で研究員としてシニアリサーチャーとして研究を進めていくということを引き続きやっていくという感じになりそうです。でですね、やってるテーマの話をちょこっとしようと思います。僕が博士号を取ったのが、博士工学ですね。博士工学で取ってるんですけど、その際にやっていたことが主に教育系の AI のことをやってました。大人数での授業とか、1対1の授業とか、あとは1対1のコミュニケーションみたいなところで、使えるような顔認証システム、感情推定とか、あとは実際にプログラミングの授業で使うときに活用できるようなツール作ったりとか、そういったことをやってたんですけど、そこからちょっと大きくジャンプして、大きくといっても僕の中ではそこまで大きくではないんですが、ジャンプして今は医療と AI に関することをやってます。医療 AI って言っても教育 AI って言っても広いんで、ざっくり言うと、
今一番見てるのは X 線画像ですね。特に胸部のレントゲンとかそういったところの画像から、その病状を推定したりするっていうところを手始めにやりつつ、本当にやりたいところで言うと信頼できる AI っていう Trustworthy AI っていう分野がヨーロッパではすっごい進んでるんですけど、そこの分野をやっていて、どういう分野かというとAI っていうのが今後こういう医療とかで使われてたりとか、医療じゃなくてもいろんな場所で使われてると思うんですけど、中身が分かんないと、その AI がこうだよっていうふうに結果を伝えてくれることは分かっていると思うんですね。例えば、チャット GPT なんか使ってみるとごめんなさい、なんて言ったらいいんだろうな、例えばで思いつくことがあんまないんですけど、ドイツで1年間住もうと思います、どんなことが問題になると思いますかって言ったら、チャット GPT がバーってこう回答をくれるっていうのは、皆さん今もう AI 毎日使ってるみたいな状況だと思うんですけど、それって、LLM って呼ばれるそのチャット GPT 側がどんな情報をもとにどんな理由でそういう出力結果を出したかっていうのは、皆さんはその中間の状態って分かってないと思うんですよね。でそこが今後どんどん問題になってくるっていうのは、皆さんもお気づきだと思うんですけど、イメージとしては産地直送、農家さんがこの人が作ってます、こんな方が作ってますみたいなのがすごい日本でも大事だねってなった時に、すごいスーパーでも農家さんの顔が見えるような写真とこんな思いで作ってますみたいな殴り書きじゃない丁寧な文章とか書かれてるのを見たことあると思うんですけど、あれにまさに発想としては近いことで、AI も、こういうものをデータとして扱ってこのモデルは作られてます、だからこういう結果は出せるんですけど、こういう結果を出すのには弱いかもしれないみたいなのを、こうちゃんとその AI というモデルが何が得意で何が得意じゃないか、そういうところも明らかにしたいねっていうのがこの分野です。で僕はそこの分野には突っ込んでいっている状況で、医療の AI のモデルが今後どんどん構築されていって、日本だけじゃなくてね、世界中いろんなところで、使われていくようになった時に、この AI のサービス、医療で使われるサービスはとても信頼できますよ、こういう計算式に基づいて、テストしてみたところ、いいですねっていうのが評価できれば、そこのねモデルとかツールとかシステム使うのに、患者さんもそうですし、お医者さん自身もすごく安心して使えるっていうところを目指して、メトリックスみたいな、メトリックスっていうのはその指標、この指標をクリアしてると一定基準いいよねみたいなところの敷地みたいなのをどんどんこう設けていくみたいなところをやっております。でそうですね、そういう画像処理みたいなところは今までやってきてましたし、そういうなんて言うんだろう、公平性みたいなのはもう教育分野でもものすごく大事、想像できると思うんですけど大事なので、僕の中ではこう医療に移ったけどもこれまで通り考えることは変わらないなっていうので楽しくやっている状況です。もちろんちょっとしたこうなんていうんですかね、ドメイン知識ですね、医療用語とか医療においてこれが大事みたいなのってやっぱり今までやってきたところとは違うんで、じゃあどこが医療において大事なポイントなんだろうっていうところは今すごく論文読みまくって勉強しているところなんですけど、そんなことを今やっております。はいね、ぜひね興味ある方とか、なんか実は僕もそういうところやってましたっていう方はコメントとかでね、いろいろ僕も勉強中なので教えてください。でですね、今年の抱負はそれ関連になると思うんですけど、まずねこういう分野で論文出していきたいです。で論文出すっていうのはなんていうんですかね、結果が出るってことはそれだけ熟考できているっていう状態だと思うんですね。論文が出てない状態っていうのが別に悪いとは思ってません、正直ね。ただ論文が出てる状態っていうのは状態としてはいいです。なんでかっていうと、それだけ思考インプットが入った後にアウトプットが出せる状態だからこそ論文書けてるっていうことなので、この医療分野での論文をアウトプットしていきたい、そんな1年になると思います。で
そうですね、よく聞かれるんですけど、YouTube 続けるんですかっていう話、冒頭にもあった通り続けるんですけど、やっぱりね、新しいことを今やってるとかいうのもあって、なかなかねちょっとね時間がね今まで通りの感覚とちょっと変わってきてます。シンプルに、前ほど YouTube に割ける時間が減ったかもなっていうところです。これは全然悪い意味じゃなくて、それだけすごいなんて言うんですよね、本業とか副業とか言い方はあんまり好きじゃないので、ちょっと難しいんですけど、自分がやりたいと思っている研究がどんどんこう深掘れる状態、やるべきことがたくさんあるなっていう状態だっていうところでポジティブなんですけど、それだけ YouTube に避ける時間が少なくなってくるかもなっていうところで、今ちょっと考えてるのは、コメントでもちょこちょこいただいてるんですけど、研究の話とかを動画のコンテンツにすれば、学習したことをこうアウトプットするっていう機会をここの YouTube で使って、自分がその深めたい分野をより深めながらこの YouTube にもうアップロードできるみたいな状態は一つ手かなと思ってます。やらないかった理由はかなり労力がいります。想像してみてください。今までの僕の動画って、食事シーンとか料理作ったりとか、そんな感じだったと思うんですけど、僕は引き続きそういう動画も上げたいし上げていくと思うんですけど、何が良かったってやっぱりね、そんなにこう編集の労力がかからないところです。凝れば凝るほどそういう動画もテロップ入れたりとか、ものすごいナレーション入れたりとかあると思うんですけど、僕の場合はそんなに凝ることなく撮っただけそのまま出すみたいな感じだったんですけど、それがねちょっと効かないのがそういう分野です。ある程度事前の準備が必要ですし、実際喋ってもこう言い回しが違ったかなってなったらカットしたりとかするっていうところがあるので、なかなかこう始めるハードルも高いと。でハードルも高いですし、何分結局その YouTube に時間割けすぎるっていうのができないっていうのが先ほど話した通りなんで、矛盾してるというか、そこに時間割きすぎて結局本来やるべきことができないんだったらそれは良くないんですけど、ちょっとチャレンジとしていい循環になればいいなっていうのはあって、出していきたいなっていうのは抱負としてあります。ただあんまり期待しすぎないでください。先ほど話した通り、それの時間を割きすぎた結果、こう論文読む時間減ったりとかいうのは本末転倒なので、バランス見てうまくやりたいなと思ってます。ただ応援していただけるとすごく嬉しいです。はい、あとはですね、YouTube かは分からないんですけど、そうですね、YouTube で他に確実に出したいなと思ってるのは、これまで通りドイツとか海外での研究の経験は動画に出していきたいです。ありがたいことにこの YouTube もそうですし、各種ソーシャルメディアがかなりそうなんですけど、見てくださってるなっていう感じがしていて、っていうのもそこからこう留学の仕方とか、今後博士行きたいとか海外で研究職つきたいとか、そういうコメントとか DM 来るんですね。で僕それすごい嬉しいことだなと思ってて、シンプルにね、自分と同じ状況の人が増えると自分に入ってくる情報も増えるんですよ。仲間みたいな、味方仲間増えるととってもありがたくって、日本に、いる友達もたくさんいて、そこの情報はもらいつつ、やっぱりねいろんな国の研究の話とかしたいんですよね。そういった時にやっぱりその現地ドイツに来てくれたらもうウェルカムですし、ウェルカムって僕が決めることじゃないんですけど、ドイツが決めることなんですけど、すごくありがたくて、ドイツでどんな感じっていう話ができる人が一人でも多くいればすごく助かるなっていうところで、来たいという人がいたら積極的に僕ができるサポートをするんですけど、それは自分自身にも返ってくるっていうのが分かってるんで、もう本当に申し訳ないんですけどみたいなこと言われると思うんですけど、どんどん利用してください。その代わり僕も利用してますっていう、なんていうんですかね、損得感情ではないんですけど、お互い助け合っていきましょうっていう面で
引き続きどんどんサポートしたいし、相談あったら聞いてくださいですね。っていうところで、海外住んだりとかドイツ住んだりする時のノウハウ、博士号を取る時にこんな、工夫しましたよとか、今後ポスドクとか今シニアリサーチャーになった時違った苦労入ってくると思うんで、どんなところが辛いとか大変、もしくは楽しい、とってもおすすめですよみたいな話は引き続きしたいです。あとはもう分かっているところで結構海外出張とか学会発表みたいなところ今年も入ってきそうなんで、そこの学会の雰囲気とかを伝えることで後輩とかがこういう学会はこういう雰囲気なんだっていうのがこう映像で見ることで分かると思うんですね。でそこでこうモチベーションを上げてもらってどんどん日本の友人後輩論文書きたいねっていう雰囲気みたいなのを作れたらいいなと思ってます。そうですね、そんな感じかな。なんで今年の抱負は、今やってることをどんどんこう土台作っていくところと、YouTube に関しては、ドイツのことをさっき話したように発信していくことと、あとは教育的なコンテンツみたいなのもアウトプットの場として出していけたらいいなというふうに思っております。はい、そんな感じですね。で今年は週1投稿は引き続き目指すんですけど、あんまりこう前ほどコンスタントに出せないかもしれないです。もうすでにそんな雰囲気が出てると思うんですけど、毎週土曜日の11時っていう言い方はもうやめまして、週1投稿を目指して出す。少なくとも、2週に1回は動画が出てるような状態にしたいと思ってるんで、あんまり期待しすぎず、ただその代わりこういうふうにねちょっと、具体的な話とかしていくと思うので、もう少し具体的な議論ができるような動画を作れるんじゃないかなと思ってます。はい、そんなところで今日は動画を終わります。この動画が良かった方は高評価、またですね今年も一緒に頑張ろうという方はチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。